皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回はまるでタイムスリップしたかのような日本情緒あふれる場所、奈良井宿のご紹介です。ここでご存知の方も多いかと思いますが、中山道についてすごく簡単にご説明すると、1635年3代将軍徳川家光により参勤交代制度が定められました。参勤交代とは大名を統制し、藩内抑止が狙いの政策です。各大名に1年おきに自領地と江戸に住まわせ、その費用を各地で負担させることで経済的な余裕をなくさせていました。戦のない世が260年近く続いたことを考えると、とても効果的な制度だったと言えるのではないでしょうか。この参勤交代をさせるためには街道の整備が必要となり、5つの街道が整備され、その中の一つが中山道です。中山道は多くの侍が通ったことから、海外の方からサムライロードとも呼ばれているそうですよ。中山道69次ということからもお分かりの通り、中山道には宿場が69宿ありました。五街道で特に有名な東海道と比べると、中山道は東海道よりも40キロ長く、宿場も16宿多くあります。この絵は江戸時代に活躍した浮世絵師掲載永泉作で、当時の奈良井宿を描いたものです。奈良井宿は長野県の塩尻市に位置し、日本橋から数えて34番目の中山道の宿場町です。また奈良井宿は奈良井千軒とも言われ、この奈良井川に沿って続く約1キロの町並みは日本一長い宿場町なんですよ。そして中山道屈指の難所、鳥居峠に隣接していることもあり、とてもにぎわいのある宿場だったそう。今回その難所、鳥居峠越えにも挑戦しましたので、その鳥居峠越えの様子も別動画でご紹介予定です。ご興味のある方はぜひこの機会にチャンネル登録してご覧くださいね。それでは奈良井宿の見どころのご紹介スタートです。ぜひ最後までご覧ください。奈良井宿の観光スタート地点は奈良井駅の中にある観光案内所です。こちらには無料の観光パンフレットがあり、宿場全体の地図も書かれているので1枚いただきました。同じマップの英語表記もあるので、海外からいらした方はこちらを利用するといいかもしれませんね。この地図でお店を知ることもできますし、奈良井宿は1キロととても長い宿場なので、自分が今どの辺りにいるかを把握するためにも使えます。実際とても重宝しましたよ。それではおすすめの観光スポットに向かいましょう。駅を背に左手に進むとすぐにこの白い縦看板が見えてきます。奈良井宿入り口近くにあるこの看板が目印です。この坂を駅側に向かって登っていきます。季節によっては道沿いに可愛らしいお花を見つけることができますよ。歩いていくと八幡宮と書かれた看板があります。実はここには3つの見るべきスポットがあるんです。この階段を登っていくと八幡宮という神社があります。そして登る途中におすすめのスポットもあるんですよ。入り口に手水舎がありました。手水舎で手と口を清める行為は、参拝前に身と心の汚れを取り去る意味がありますが、水で清める儀式は神道だけでなく様々な宗教文化に見られるものだそうですよ。さて歩いていくと、右手に二百地蔵杉並木の看板が見えてきます。
この杉並木がまず最初のおすすめスポットです。江戸時代の中山道を感じられる場所なんですよ。中山道の杉並木は樹齢300年400年の木々だそう。天に向かって高く、そして太くそびえるこの杉並木は圧巻の眺めです。300年前といえば5代将軍徳川綱吉の頃、多くの人々がこの細い杉並木の道を通っていたと思うと、とても感慨深いものがあります。またこうした自然や旧街道を大事に守ってくれる人たちがいるということも忘れてはいけませんね。ゴミを捨てない、木を傷つけないなど当たり前のことを最低限守って観光する必要がありますよね。杉並木を抜けると見えてくるのが二白地蔵。二白地蔵という名称がありますが、よーく見るとお地蔵様ではなく、そのほとんどが観音様です。実はお地蔵様はそこまでの数はないそうです。ここの観音様は鉄道や国道を作る際に行き場を失った木曽各地の観音様がこの場所に集められ、こうして祀られています。そのため作られた時代も場所も違うので、一つ一つお顔や雰囲気が異なり、なかなか興味深かったですよ。愛嬌のある観音様なんて言ったら罰が当たってしまいそうですが、自分の心に響く観音様を探してみるのも旅の思い出の一つになるかもしれませんね。二白地蔵を見た後は少し戻って階段をまた登ると八幡宮が見えてきました。八幡宮を知る上で奈良井宿の町構成を知っておく必要があるのですが、奈良井宿は南側から上町、中町、下町の3つの町に分かれており、この八幡宮は奈良井宿下町の氏神として信仰されてきました。代々町の人たちに大切にされてきた場所ということもあり、この場所は心が清らかになっていく感じがしましたよ。この日は朝早くに行ったのですが、実際階段でほうきを持った地元の方とすれ違ったんですよ。今でもとても大事にされている場所なんだと実感することができました。八幡宮参拝の後は来た道を戻り、奈良井宿の下町を少し歩くと、この石垣があり、この石垣を目印に右手の坂を登ると、次のおすすめの場所、千年寺があります。奈良井宿には五箇寺と呼ばれる宗派の異なる寺が5つもあります。この千年寺ですが、寺鐘の後ろにあるこの大きなイチョウの木が見事です。紅葉の時期は特に綺麗かもしれませんね。また寺の入り口にはうなり石があります。何でもこの場所に本堂を移築する際に、この2つの大きな石が土の中から見つかり、夜になるとうなり出し、そのうなりを鎮めるために釘を打ちつけたところ、うなりが止まったという逸話があるのだそう。そしてこれがその時の釘なんですって。こうした不思議な話が日本各地にありますが、こうして残っているのを見るとなんだか不思議な気がしますよね。千年寺の前の坂には綺麗なお花が咲いていました。奈良井宿の街並みの中にはこうした美しい風景がいくつもありましたよ。千年寺から奈良井宿のメイン通りに戻ると、
奈良井宿の一番有名な写真スポット、奈良井宿下町があります。街中にはいくつもこうした水場があり、今でも現役なようです。歩いているとおろく串という看板をよく見かけます。江戸時代、この奈良井宿と隣の藪原宿の名産品だったんですよ。昔頭痛に悩むおろくという娘がいたそう。御嶽山に願掛けをしたところ、峰張りの木で作った櫛で朝夕に黒髪をすくようにというお告げがあり、その通りにしたところ頭痛は治ったんだそうです。おろくはこのご利益を頭痛で悩む旅人にも分けようとおろく串として売ったところ評判になったそうです。今でも奈良井宿の人気のお土産です。奈良井宿の通りを歩いていると、並んでいる家屋の多くは2階がせり出しています。こうした2階がせり出した独特の作りを出し張り作りというそうです。また1階と2階にあるひさしにも注目です。3枚の板が重なっていますが、鎧のように見えることから鎧びさしというそうですよ。さらに板を押さえている木は猿の頭の形に似ていることから猿頭というそう。出し張り作りや鎧びさし、猿頭は奈良井宿の建物の特徴です。こうした作りが一体感のある街並みを作っているんですね。道幅が少し狭くなっていきます。ここからが奈良井宿の中町だそうです。出発地点の奈良駅を背に、おやき屋さんを目印に右に曲がると大宝寺があります。このお寺は先ほどの千年寺と同様、五箇寺の一つです。先ほどの千年寺は浄土真宗、この大宝寺は臨済宗です。このお寺にはとても珍しい地蔵が祀られているんですよ。ただ残念なことに落石と落木で入れなくなっていました。仕方がありませんが、これは残念。ここには珍しいマリア地蔵が安置されています。マリア地蔵は昭和7年に住民の方によって付近の森の中から発掘されたそうですよ。江戸時代のキリシタン禁制下に隠れキリシタンが密かに祈るために作ったと考えられています。キリシタン禁制の江戸時代に破壊され、今では一部しか残ってはいないそうです。今回は残念ですが、次の機会に参拝できるといいなと思います。大宝寺からメイン通りに戻り、少し歩きます。向こうに鳥居峠が見えるこの景色は絵の中にいるみたいです。また街中にはたくさんの誘惑があるんですよ。それが長野県名物のおやき。店先で焼いてくれるので焼きたてで熱々でした。おすすめの切り干し大根を食べてみましたよ。切り干し大根が中でとろけていてとっても美味しかった。あとは五平餅も食べてみましたよ。これも熱々でした。お味噌が塗られていると思ったら、なんとくるみ味噌でした。味噌の香ばしさとくるみの甘さが合う。これもとっても美味しかったです。さて、町観光に戻りますが、中町にも奈良井会館という観光案内所があります。こちらでも無料の観光パンフレットをもらうことができますよ。また奈良井宿から藪原宿の鳥居峠越えをされる方におすすめなのが、熊鈴やヒノキ傘の貸し出しサービスです。実は私たちも隣の藪原宿で鈴を借りてここに返しました。
熊との遭遇を避けるためにもおすすめです。さて、中町は皇族や幕府の役人など身分の高い人が宿泊するための本陣脇本陣が置かれていました。現在の本陣はというと、大火により焼失し本陣跡を示す看板が残っているだけ。ただ脇本陣は残っているそうで、先ほどの観光案内所の方に教えてもらいました。脇本陣の一つが伊勢屋さん。民宿をされているそうですよ。江戸時代には大名行列の随行者や幕府の役人が泊まっていた場所に今でも泊まれると思うと、なんだかロマンを感じてしまいますね。そしてもう一つの脇本陣は徳利屋さん。奈良井宿の名家だそうで、今はお蕎麦屋さんをされています。まだ開いていなかったので今回は入らなかったのですが、昔を感じられる内装や家財道具などもあるそうで、当時の暮らしにご興味のある方は行かれるといいかもしれませんね。また先ほどの伊勢屋さんをはじめ、中町の建物は下町に比べ間口が広くなっています。昔は家の間口幅によって年貢料が定められていたので、脇本陣をされていた家の間口の幅からもこの宿場の中で大きな力を持っていたことが伺えますよね。さらに歩いていくと、時代劇のドラマや映画に出てくる今でいうタクシーのカゴが飾られていました。当時のものかはわかりませんが、街の雰囲気にとても合っていますね。中町から下町に入ってきました。そろそろお昼時、ちょうどお目当てのお店に到着しましたよ。心根さんです。ここでは長野の郷土料理をいただくことができます。お店の中はこんな感じ。昔の日本家屋の雰囲気を感じ取ることができます。今回注文したのは冬至そば。きのこや油揚げ、ネギなどの具沢山鍋です。冬至とは投げ込む、投げ入れるという意味があり、熱々の鍋の中に冷たいそばを冬至かごに入れてしゃぶしゃぶして食べるというのが冬至そばの食べ方だそうです。それではいただきます。お店の方に教えてもらった通り、冬至かごに入れてしゃぶしゃぶします。しゃぶしゃぶした麺はお椀によそり、具と汁を加えて完成です。きのこがたっぷり入っているので旨味が強く、美味しい汁にそばがとてもよく合います。またしゃぶしゃぶする体験もなかなか面白く、良い旅の思い出になりましたよ。夫はざるそばを注文しました。半分食べたら夫と交換をしたので、私もざるそばをいただいたのですが、コシのあるそばで美味しかったです。特に野菜の天ぷらが美味しかったんですよ。長野県で採れた野菜だそうです。甘くてみずみずしかったです。この心根さんは人気店で、開店してすぐに行きましたが、10分ほど待ちました。ちょっと並ぶ覚悟で行かれるといいかもしれませんね。お蕎麦を食べた後はデザートを食べにお店をはしごします。向かったのは宿場カフェ泉屋さん。
名物パフェを食べに来ました。この建物は築180年ほどだそうです。もともと民家でつい数十年前まで住まわれていたそうで、店主の方からここから小学校に通っていたとお話をお聞かせいただきました。奈良井宿の通りにある建物はどれも歴史があり、どこのお店に入っても歴史情緒を感じることができます。待っている間も店内を眺めているだけで楽しくなります。注文したのは完熟さくらんぼと白桃ムース。さくらんぼがたっぷりと乗っていて、とても贅沢なケーキです。さくらんぼは爽やかな甘さで、白桃のムースも甘すぎず全体的に上品でした。そしてこちらがお目当ての奈良井ブラウンパフェ。思わずわーっと声が上がってしまう美しさで、これには私も夫も大感激でした。このパフェに入っている具材リストも見せていただき、クッキーやアイス、ジュレなどたくさん入っていて、とても贅沢なパフェですよね。白玉やクッキーなど和と洋の組み合わせも面白く、さまざまな味と素材を楽しめ大満足のパフェでした。パフェを食べたら宿場散策の再開です。ちょうどこの辺りは奈良井宿の上町です。この上町は2011年の NHK ドラマのロケ地だそうです。ちょうどその頃は私は社会人になったばかりで、朝から深夜まで働く毎日だったので、そのドラマを存じ上げないのですが、奈良井宿を一躍有名にしたドラマだそうですよ。奈良井宿に住まわれている方もエキストラとして登場されることもあったそうです。なんだかとても楽しそうですよね。また下町には先ほどお話ししたおろく串の問屋だった中村亭があります。見学もできるそうですが、残念ながら入場制限で入れず。さて次に向かったのは考察場。考察場はさすがに今では使われていないですね。地域のお知らせなどが貼られていたら面白いのになんて思ってしまいました。考察場は江戸時代幕府が定めた法律などを人々に周知徹底させる目的で板に書き掲げられて、明治時代の初め頃まで使われていたそうです。こちらは当時の絵図に基づいて1973年に復元されたものとのことです。そして次に向かったのは鎮神社。この神社は1618年に奈良井宿で疫病が流行り、疫病を鎮めるために建てられた神社だそうです。神社も素晴らしいのですが、境内から奈良井宿を見下ろすこの景色もとっても素晴らしいですよ。奈良井駅の下町の方から上町まで歩くと、こんなに素晴らしい景色が待っています。ちなみに上町は江戸川ではなく京都側にあります。こうしたことからも歴史を感じ取ることができますよね。奈良井宿を一通り見たら、次はお土産屋さんを覗きながら駅に帰りたいと思います。まず立ち寄ったのはこちら。店先に置いてあった小さなほうきが気になったのです。ちょっとした掃除にとっても使えそうです。こういうほうきって都内ではなかなか見かけないし、あってもとんでもなく高かったりするので、1本とは言わず2本買うことにしました。
また奈良井宿はヒノキや杉の板を曲げた曲げ物が特産品なので、そうしたものも売られていましたよ。こうしたかわいい木工の鍋敷や昔懐かしい竹とんぼや木で作られた駒があります。こうしたものはお土産にいいかもしれませんね。次に立ち寄ったのはこちらのおせんべい屋さん。父が大のおせんべい好きなんです。父は辛いもの好きでもあるので、このからし味噌せんべいを買いましたよ。次に向かったのは奈良井宿お土産市場。ここには長野県で作られたワインや果物ジュース、ビール、お菓子やお味噌などが売られています。奈良駅まで戻ってきましたが、電車の時間まで15分ほどあったので、木曽の大橋にも行ってみようと思います。歩いて 3,4 分の場所にあるので、急いで行けば電車の時間に間に合うはず。木曽の大橋は奈良井川に架かる太鼓橋です。なんと樹齢300年以上の総ヒノキ造りなんですよ。それがこちら。この太鼓橋は橋脚を持たない木製の橋としては日本有数の大きさみたいです。木を複雑に組み上げて生み出されたアーチはとても美しいですよね。今回は中山道の宿場町奈良井宿のおすすめ観光ルートのご紹介でした。この動画が少しでも皆様のお役に立つと嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。